ちょうど宮崎駿がアメリカのディズニースタジオに来てた頃。ラセタとキンっていうのは1980年代ですね。夢の国のリトルニモ映画を作るためにですね、結局宮崎駿は逃げちゃうんですけども、スタッフとして参加してたんですね。で、その時にアメリカのディズニースタジオと交流があった。で、その時に日本の藤岡さんという社長はですね、アメリカ人に馬鹿にされないように、日本のアニメもここまでできるんだということで、カリオストロの城のですね、英語字幕版を持ってきたんですね。で、それの上映会を何度もディズニー社の中でやって、それを見たのがですね、グレン・キンとですね、ジョン・ラセターだったわけですね。で、やっぱりラセターもキンもですね、なんでこんな面白いアニメがディズニーでは作れないんだと。技術的には実は全部俺たちができることなのに、カリオストロの城っていうのは、技術的には全部できるし、言っちゃえば戦後すぐやってたようなことを組み合わせてるだけなんですよ。技術的にはね。センスではなくて。なんでこれができないんだっていうふうなことで、ラプンツェルにはですね、カリオストロの城へのオマージュっていうかですね、カリオストロの城面白かったよでですね、アンサーがいっぱい入ってるんですね。例えば、ラプンツェルっていうのは城に閉じ込められた王女様、お姫様をですね、泥棒が助けるという話なんですけど、これ丸々カリオストロの城なんですよ。城に閉じ込められた王女様を泥棒が助けるですから。で、原作のグリム童話は逆なんですね。城に閉じ込められていた百姓の娘を王子様が助けるという話でですね、なんでこんな風に逆転したのかというと、やっぱカリオストロの城がベースにあるからなんですよね。カリオストロではですね、ラストでルパンとクラリスは別れるんですけども、やっぱこのディズニーの上映会、ディズニーの中で上映会やった時にですね、ルパンとクラリスが別れるという時に、いやいや他に2つの可能性が考えられると。例えば、クラリスはルパンの会についていくこともできるじゃないかっていう話も盛り上がったんですよね。宮崎さんもルパンとクラリスが別れるっていうのに対しては、なんかね、自分の中で、これは一回やっちゃったからっていうふうなことで、後のシータ、ラピュタのシータという形でですね、いわゆるヒーローについていくヒロインですね、っていうふうなものをやろうとしたり、あと、もののけ姫の烏帽子御前で、もしクラリスが本当にルパンについていっちゃったらどうなったのか。ルパンみたいな冒険が好きな野郎は多分あっという間に先にですね、クラリスを残して死んじゃって、その後クラリスはですね、世にも図太い女になって、周りの人間に姉子と慕われて、烏帽子御前ですね、もののけ姫の烏帽子御前みたいなものになったんじゃないのかっていうのが、カリオストロの城から始まる宮崎駿、女性ものとの流れみたいなもんなんですけれども、もう一つですね、ルパンは泥棒をやめて、クラリスと一緒に残るっていうですね、選択肢も考えられるわけですね。で、これがラプンツェルの不倫なんですよ。ラプンツェルの不倫っていうのは、やっぱりね、リトル・マーメイドの反省の結果なんですよ。リトル・マーメイドでは人魚姫が結局恋をした王子様のためにこれまでの海の世界を全部捨てて人間世界に来ましたっていうと、アメリカの婦人団体からものすごい怒られて、ディズニープロはもう二度とこんなアニメを作ってはいけないと。ディズニープリンセスっていうのはこれからは違うんだっていうふうなことで、じゃあどうすればいい？ヒーローの方が、男性の方がこれまでの世界を捨てて、つまりルパンが泥棒を捨ててクラリスの世界に来るような話にしちゃえっていうようなことでですね、作ったわけですね。だからそこの辺が構造として面白いなと。絵もね、カリオストロの城に寄せてます。巨大水車のダムのシーン、ダムが決壊してですね、水がバーッと溢れるところはもう本当にカリオストロの城のですね、羊の指輪をですね、目にはめたシーンそのまんまの、もっとスケールアップしたやつですね。あと、マクシミリアンがですね、馬ですね、あれが屋根の上を走ってですね、ジャンプするシーンもですね、ルパンのカリオストロの屋根の走りっていうのの、うまいオマージュになってます。その他にですね、僕が好きな見どころは、これはもう僕の個人的に好きなところなんですけどね。ラプンツェルのお母さんの大ミュージカルシーンがいいんですよ。母親のですね、彼を信じてるのねと、不倫と恋に落ちてしまったラプンツェルに、あんな男はすぐに裏切るわよと言った時に、彼を信じてるのね、でも覚えてるわ、母親には全てがわかるって歌い上げるシーンがものすごい面白いんです。で、何がこれ面白いのかっていうと、ミュージカルのアニメだから歌うのは当たり前なんですけども、舞台劇として作ってるんですよ。ミュージカルアニメって作る時っていうのは、普通のアニメの中で歌のシーンをいかにさりげなく入れるのかっていうことに注意するんですけども、ラプンツェルでは逆でですね、アニメーションって絵の連続だからですね、実はどんなに場面が変わっても自然に繋がるんですね。実写の映画でそれまで普通の街のロケとかセットの中で喋ってたのが、歌うシーンになったら急に舞台セットになったら変じゃないですか。で、そこで舞台的な照明当たったら絶対に変なんですよね。ところがアニメーションではこれを
を無段階でできるというかですね、シームレスにつなぐことができるんですね。でそれを応用して、大げさな歌を歌うときは、この舞台的な演出をですね、たっぷり入れてるのでですね、このお母さんのキャラがめちゃくちゃ立つんですよね。見終わった後、なんか、ラプンツェルって、なんか印象薄いというかですね、ディズニーキャラとしてこう自己主張するプリンセスなんですけど、やっぱお母さんの方が面白すぎるんですよね。あとこれ歌った後にですね、ちょっと拍手待つタイミングをあるんですね。ちょっと拍手待ってる感じがあって、そこら辺も舞台っぽくて面白いです。で、あとですね、金曜ロードショーでね、ノーカットと言いながらカットするんじゃないかなって思うんですけども、ビッグノーズっていうキャラクターが酒場の中で、俺も夢を持ってるぞって、俺だって夢を持ってるって、俺はブサイクで鼻がでかくて体中あざだらけで、そして足の指が6本もあるんだよと。でも恋人が欲しいっていう歌うシーンがあるんですけど、多指症ってやつですね。指がですね、生まれつき1本多い人で、だいたい生後1年以内に切ってしまうのが多いんですけども、豊臣秀吉も親指が2本だったというふうに言われてますし、生まれてくるんですね、この子供。でも、映画とかドラマで、まず見ないんですよね。で、これはもうこの当時のディズニーのポリコレ精神ですね。つまり、どんな子供であっても、どんないわゆる性癖を持ってようとも、どんな生まれであっても、それは等しく人間として同じ価値があるというふうなことをずっと書こうというふうにしてたのでですね。今マリリン・モンローもとか言ってくる。マリリン・モンローはね、都市伝説なんです。あれは照明の加減で足の指が6本に見えただけでですね、別の時期に撮った写真見ると、5本になってます。すみません。話がずれたポリコレ精神ってやつですね。つまり、こういうふうなことをあえて、本当はね、やんなくてもいいんですよ。でも勇気を出して、これをアニメーションにして、それを子供が見るアニメとして、ラプンツェルとして、全世界に公開するので、やっぱ同じような体の悩みを持ってる人って、やっぱ世界中にすごくいるんですね。その人たちに勇気を与えるという、ちょっとやっぱりね、ディズニーって、社会的に意味があることっていうのをやろうとするんですね。それをギャグの中に混ぜてくるところが僕は好きです。本当にこれもどうでもいいシーンなんですけども、天使じいさんって僕呼んでるキャラクターがいてですね、暗くて見えにくいんですけど、ここにいるじいさんで、これはこのじいさんはこのシーンだけでなくてですね、酒場にいるじいさんだけど、ずーっとこの格好してるんですよ。天使の羽を背負って、で、これパンツ一丁に見えるんですけど、パンツじゃないです。おむつなんですね。おむつをずーっと履いてて、天使の羽をつけてるというですね、いわゆる変態なんですよね。で、この変態のこのじいさんが、割と所々に出てきていい役をやってですね、で、ラストにもちゃんと登場するというですね、ここまでポリコレやらなくてもいいとは思うんですよ。別に変態にも人権があるんだっていう主張ではないんでしょうけどもですね、ありとあらゆる、それまでのアニメ界のタブーだったものを全部書いてやろうという、やっぱこれもジョン・ラセターとですね、彼のですね、挑戦が見えるところがですね、すごい面白いと思いますね。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。